こんにちは。心臓血管外科と循環器の専門医の今中です。このチャンネルでは人体の機能や構造を科学的な観点で分析し、それらが自然現象の結果、進化して獲得した可能性があるか、それとも人間を作った方がおられるとしか考えられないかをお話しています。このチャンネルはなんと半年も間が空いてしまったので、直近は心臓の弁に関する数回のまとめの動画を出しました。これがそのサムネですけれど、弁の各パーツはもちろん大事ですが、例えば検索20本、30本のバランスが整ってないとダメです。弁はぴったり閉じませんという話をしました。今回は左心室の入り口の僧帽弁の弁膜症を治す手術の写真をお示しします。シンプルなトラブルのようでも治すのは意外に難しくて、機械体操の離れ技を引き合いに出したのが大げさでないことが分かっていただけるはずです。今回の動画はその話だけなので短いです。そんなわけで今回も手術や心臓の写真が出ますが、お嫌な方が見なくても済むように直前にこういう画像を出しますのでよろしくお願いします。で、いきなり僧帽弁の検索の写真が出ますので、お嫌な方は待っていてください。で、ここに2方向の写真を示しますが、検索は長さも太さも点々バラバラですよね。バラバラですが、事実として弁はこのようにぴったり閉じるんですね。ただ、もし検索がちぎれてしまうと、とても高い左心室の圧で薄い弁葉が吹き飛ばされて、狭い範囲でもじゃじゃ漏れになってしまって、僧帽弁の手術が必要になることってあるんですよ。で、この画像が出ましたので、お嫌な方は待っていてください。で、これが検索が1本切れて、左心室の手前の左心房に弁ごと飛び出している写真です。で、切れてるのは1本だけど、枝分かれして3本分ぐらいをカバーする太い1本でした。で、これを人間が手術で治そうと思ったら、流儀はいろいろですけど、私はカバーしてる数本、それぞれに検索の代用になる人工の糸を縫い付けて長さを調整していました。が、この調整が結構難しいんですよ。ちょっと長いんかなとか、短いんかなとか、縫い付ける場所がいまいちかなとか、糸同士のバランスがちょっと悪いんかななんて微妙なことで弁はなかなかピタッと閉じないんですね。いや、まだ漏れてるけど、手術前よりマシでしょうなんて終えてしまうと、半年1年もすると、非常に高い確率で再発して元の木阿弥になってしまいますから、すごく丁寧に徹底的に調整しないといけません。何度も逆流をチェックして、人工の糸を結んではまた逆流がないのを確かめて、リングを当てて、で、この方はピタッと漏れない状態にすることができましたけれど、ここまでに来るのに1時間なんてザラで、もっとかかることもあります。それで、改めて直し終わった弁を見ていただくと、ああかな、こうかな、なんて1時間とか2時間とか心臓を止めてまで手術したのに、医者がやってくれたのどこって感じでしょ。これって結局その患者さん自身の弁ですよ、全部。しかも検索が切れちゃって手術になったけど、元はぴったり閉鎖してたわけですよね。ところがそれを人間が元に戻そうとしたら、バランスがあまりにもデリケートで散々苦労するんです。待てよ、じゃあ、もともとピタッと閉鎖してたのってどういうことって思わないではいられませんよね。人間が再現するのに苦労するぐらいバランスが絶妙なこと、絶妙すぎることを心臓外科医は体で知ってます。それから、切れたのは1本でも実質3本分だったとして、検索30本の残り27本も同様に絶妙のバランスを実現してたから、弁はピタッと閉じるわけです。だから、体操選手が全身が完璧に整って初めて E 難度の演技ができるように、心臓弁も全体が完璧に整わなければならないというのは大げさでも何でもありません。しかも、機械体操の選手はめちゃくちゃ練習しますよね。もともと天才的な人たちですが、それでも最初から E 難度なんてできません。
びっくりするほど練習して、何度も何度も失敗して、そしてついにピタッと技が決まるようになる。でも、この心臓弁どうですか？練習なんてできません。試行錯誤なんてしてたら全滅です。ピタッと機能を果たすように最初からプログラムされていた。言葉を変えれば、心臓弁の青写真があったということですよ。ということは、青写真を描いた方がおられるんです。もし自然が徐々に弁を完成したのなら、成し遂げる前の心臓の弁はどれもこれもじゃじゃ漏れで進化どころや繁殖やそもそも生存ができません。だから先入観を脇に置いて公平に検討すれば進化なんて真っ赤な嘘だという心臓弁からのメッセージが聞こえるはずです。そして、昔はヨタヨタの心臓だったのが進化したんだ。だから、弁もヘナチョコで大丈夫だったんだ。なんて証拠も何もない言い逃れが目に浮かぶから、一心棒一心室の循環は二心棒二心室の循環に進化なんてできません。さらに未熟な循環は言うまでもありません。ということを番外編でお話ししておいたんです。それと、ピタッと閉じているこの弁を見ると、先ほども言いましたが、全部この患者さん自身の弁ですよね。もし弁が全体的に傷んでたら、修復なんてできないんです。あなたの弁は完璧なんだけど、ごく一部に不具合が生じたから、そこだけ私が修復させてもらいましたっていう証拠写真なんですよ、これ。まともな感覚なら、この弁は私が直したなんて間違っても言えない。謙虚にならずにいられませんし、いわゆる正常の偉大さに襟を正さずに折れません。そして、もし弁がなんだか勝手に生えてきたんじゃなくて、作られたんだとしたら、その作り主は私たち人間には想像もできないほど偉大な方ですよね。だから、この青写真があったとしか思えないような心臓弁、僧帽弁の出来方を公平な気持ちで改めて見てほしいんです。そういう弁をあなたも私も、しかも1個じゃない。心臓の左側だけで2個。右側も入れると4個も持ってるんですよ。持ってる理由は明らかです。私たちがその偉大な方の作品だからですよ。この動画でお話ししたことは、どっかの知らない誰かに起こっていることではなくて、ご覧くださった皆さんご自身に起こっていることなんです。そのことに気づいて、驚きながら喜んでいただきたいと思います。